れから4トンなんですね。4トンわかります？ちょっと43トン4トンなんですね。ちょっと待って、暗いねこれ。どうですか？明るくなってるんかこれ。今日4トンなんですよこれから。だからちょっと4トン、あれ携帯ないんだけど、携帯ここにあるじゃん留学のね、留学の準備を自分でやったんで、ちょっとどうだったかとか、なんかそんなようなことを話せたらいいかなって思ってるんですけど、準備しながらなんか座って撮る系初めてなんで、ちょっと何話そうって感じなんですけど、もう話もで、留学の準備は私は全部自力でやったんですね。自力でやってて、なんか最初にエージェントとかにも話聞いたりとか、いろいろ連絡取ってなんかミーティング的なのもやったりとかしたんだけど、これ多分私自力でできるなって思って自力でしました。で、部屋決めるのだけなんていうのかな、なんていうの、エージェント代理店に頼んで決めました。でもなんかそれも内見せずに決めちゃったから、ちょっとなんか不安はめっちゃありました。留学のどうやってするかなんですけど、どうやってするかはもうなんか多分ツイッターとかネットで探してもあるし、ネットでもやっぱ翻訳とかもあるんで、結構それを見ながらやっていったのと、書類の制作、書類を出さなきゃいけないじゃないですか。その時にアポスティエっていうのを取らなきゃいけないんですね。私立の学校だとなんかその卒業証明書をもらっても、それがなんか私的文書になるみたいな感じで、そのまま出せないので、公文書です、これは国が作った文書ですっていうのをもらうためにアポスティエっていうのを取らなきゃいけないのね。でそれがなんかちょっとここら辺に貼っとくんですけど、何県と何県と何県と何県はもうその日に行って、もうそこで全て解決するんですよ。でもなんか他の県、友達千葉県の子がいるんですけど、その子はなんかそこで即時はできないみたいな感じだったのかな。なんか即時はできなくて、なんで余裕を持ってやってほしい。やりましょう私もちょっとあんま年末だったんであんま余裕はなかったんですけど、はい、余裕持ってやった方がいいなって思いました。年末の人は余計注意かもね。待って、こんな真面目なことをこんな顔でしてるの本当どうかと思うんですけどね。ちょっといいよね別にね。でそのなんか書類っていうか、その書類の提出ができたらファイルで取って送って、そしたらその原本、必要な書類の原本とかをまた郵送で送るんですけど、それができたらもうそれができて送ってはいってなればもう OK、 入学はできるっていうことで、ここで入学のあれはもう完了で、次に家を探すんですけど、なんか韓国って家がなんていうの、空き家になってる期間がめっちゃ短い、多分短いじゃないですか。だから決めてすぐ入るみたいな感じだから、なんか私本当にこの家どの家にしますかっていうのが決まったのが2週間前とかだったのね。だから本当になんか結構汗してました、その家問題だけは。なんであとそうなんか返信とか遅いところもね結構あると思うんですけど、ないのかな、わかんないけど、もう返信はなんかできるだけなんか来ないならせかすとかねしてもいいのかなって思いました。でそれで決まったら保証金とかそういう送らなきゃいけないものっていうか、なんかお金関連送ったりして、で家の契約も終わりでした。でなんか送金とかに使ったアプリはワイズ、もう皆さんおなじみのワイズなんですけど、なんかワイズがなんか紹介だとなんか手数料とか安くなるんですよね確か。でちょっと私も紹介してもらって、そのやつを使って手数料安くしてワイズを始めました。なんでちょっともし留学とかねする人いたら、この下にって貼っとくんで、ちょっとそこから使ってみてもらって、ちょっと少しでもねお金を安くしていきましょうっていうことなんですけど、ですね。お金の送金、だってそうじゃん、入学のさお金もさ、学費もね払わなきゃいけないですもんね。なんか私のその入学金を払った時期が
時期が今よりは良くなくて、なんか本当に悔しい気持ちになった。なんかタイミングあるじゃないですか、こう良くなるタイミングが。だからさ、なんかね、みんなレートね、いい時に支払えるといいですよね。なんかこの前ね、家賃払おうと思ったんですよ。 9.9 ぐらい行った時、 9.9 だよね、 9.9 ぐらい行った時家賃払おうと思ってんけど、なんかもっといけるやろと思って、 9.9 か、ほんなら10いくんちゃうと思って、なんか待ってたらさ、どんどん下がってってさ、 9.7 ぐらいになっててさ、マジなりましたね。なんでちょっとでも安くできるように、はい、ワイズ使ってください。あと、結構なんか質問来たのが、携帯会社の契約どうしましたかみたいな、携帯の SIM カードの契約なんですけど、私はいつもなんか Amazon で SIM を買ってるのね。これ多分留学っていうか旅行行ったことのある人もそうだと思うんですけど、その SIM カード、普通の eSIM を買って、その eSIM を買って、例えば3日分とかを買って、それでまず韓国に来たんですよ。なんでその3日間は別に SIM 問題はなく普通に過ごせます。でそれがね、なくなる最終日2日目ぐらいにはSIM を買いに行ったんですよ。SIM 会社、携帯会社、格安 SIM の会社に行ったんですけど、この時はもう予約も何もせず飛び込みでバッて来ました。でも全然多分そういう人ばっかだと思います。予約せずにバッて行ってみたいな、ちょっと待つかもしれないけど、まあって感じなんで OK で、ギガ数とかもギガ数データ通信量か、もう別になんか中ぐらいの、そんな無制限とかにしてないんですけど、全然問題ない。もうマジ問題ない。もう本当に問題ない。高いお金出してなんかやらんでええよ、韓国どこでも Wi-Fi あるでええよって思います。安いのでいいか。で、私は4ヶ月でクーマンを合ってる ?9000 円クーマンなんです。はい。でそれもヒョングンオンリー、キャッシュオンリー、現金オンリーだったんで、その時手持ちの現金がなくて換金しに行ってみたいな感じだったんで、ちょっとだるかったですね。なんで現金持ってる状態で行った方がいいです。てかこれパック私何分つけてんやろな。ちょっともう外そうかな。早いかな。もう外そうかな。早いな。まだ早いな。多分今何分？36分、40分になったはずします。てかで、あとなんか私が語学堂探した方法なんですけど、なんか確か去年の夏頃ぐらいから、よし調べるぞって思った。私結構 J なんで結構早めから調べ出して、最初はもう本当大学名も知らんみたいな、どこわからんみたいな感じで始まったんですね。始まって、ほんでなんかあれじゃないですか、エージェントになんかいろいろ聞いたんですよ。なんかこういう風で行きたいけど、そしたらどこの大学ですかになりますかみたいな感じでなんか言ったら、大体よく言われたのがスンシルデとか、だったのかな、本育でとかで、そうなんやって思って、なんかそこからお金払うんやったらちゃんとしたとこ行きたいなと思っていろいろ調べ出したんですね。調べた方法は韓国語教室に通ってたんで、そこの先生に聞いてみたりとか、その韓国語教室である留学の斡旋とかもあったんで、そこで聞いてみたりとか、あとネットでもうひたすら調べる、どんな学校があるか調べてっていう感じでした。で、あとはなんか日本でいうさ、なんか早慶みたいな、早稲田慶応みたいなあるじゃん。なんかとかマーチとかさあるじゃないですか。なんか韓国にもあるんですよ、そういうのが。スカイとかなんかいろいろねあるんですけど、まあね、行くんだ、語学堂なんてさ、お金さ払えば誰でも行けるところやからさ、なんかちょっとでも名前書けば行けるところやから、なんかちょっとでもいい大学行きたいなと思って、なんかちょっと名のある大学行きたいなみたいな思って、でなんかちょっとなんていうのかな、なんだっけ、スカイともう一個あるんですよね。スカイともう一個ある方の両方を見て、この中から決めようって感じで決めて調べ出しました、詳しく。で調べていく中で、なんかここがいいかなみたいな、あそこがいいかな、どうしようかなってして決めたのと、あとはもう本当にすみませんって感じなんですけど、たくさん聞いちゃってすみませんって感じなんですけど、留学の大学を迷ってる段階で何箇所か迷ってたんですね。大学2箇所かな、
2箇所迷ってて、3箇所かな、3箇所迷ってて、でなんか直接その通われてる語学堂に通われてる方に連絡して、ツイッターとかで連絡して、なんか FF 外からすいませんみたいな感じで、ちょっと何月何日から留学に行くことを考えてるんですけど、今語学堂で迷ってて、ちょっとここのねプロフィール書いてあったんでちょっと気になってみたいな感じで言って、恥を忍んで言って、でいろいろ話を聞いてっていう感じですかね。なんかいいかもって思ったところにしたかなって感じで大学は決めました。そんななんか大学は結構サクサクっと決めたかも。でそこからずっと待つ期間、新調する期間まで待ってて、で勉強もちょっとしてトピックも持ってるんですけど、なんかトピックはやっぱ語学堂行くのに関係ないんで、いい級があったからっていい級に入れるとは限らないし、級がなかったからといって入れるかもわからないって感じなんで、でも勉強をねしていくといいですよね、きっとね。家でできる勉強、なんか韓国来てさ、なんか日本でもできるような勉強するのめっちゃ嫌やって私。韓国来たからにはなんか韓国でしかできやんことしたいなと思ったんで、なんか日本でできることは結構やってから来たんやけど、やっぱその話すことはなんかそんなにねやっぱ上手に日本にいたらもうならへんのかなとも思う。いやなってる人もいんねんで、なってる人もいるんやけど、なんか私はマギは全然上手にならなくて、韓国来てからちょっとずつなったかなと思うんで、っていう感じですかね。韓国のちょっとなんか韓国の生活について話したいっていうか、もうお前まだ来てさ、どんだけも経ってないのに何を言ってんねんって感じなんやけどさ、ちょっと話したくてですね、話そうかなって思うんですけど、まずちょっと待って、化粧しながら話しますね。まず私がこの家に引っ越してきたのが2月の終わりなんですね。2月の終わりってさ、まあまあ寒いやん。日本でも寒いし、韓国になったらもっと寒いからさ、全然寒かったんですよ。めっちゃ寒くて。んでなんか韓国ってさ、オンドルじゃないですか。オンドルやから、なんか棒みたいな、ねえ待って、ブサイクなんだけど、ちょっと眉毛早く描きたい。なんか棒っていうさ暖房じゃなくて、なんちゅうの、オンドル、床暖なのね。それ花壇やからさ、なんかあったかくなるの時間めっちゃかかって、ほんでなんかこの家に人があんま住んでなかったからさ、いつもこれで塗ってます。人が住んでなかったわけやん、私が入るまでは。だからさ、冷え切っとって部屋が、ほんでちょっとカビ臭くて、まあ別に綺麗やったんやけど、掃除とかも入ってくれとったから綺麗やったんやけど、ちょっとカビ臭かったりもしてたんですよ。まあそれはいいよ、全然。匂いはさこれからどうにでもなることやから全然いいんだけど、寒かったんですよ、めっちゃ。ほんまに寒くて、なんかお湯もさ出えへんみたいなさ感じやったのね。お湯も出えへんくて、なんかなんやろ、なんかほぼ水に近いぬるいみたいなお湯で洗ったのね、体と顔とかを全部。もうさ普通にめっちゃ風邪ひいて、もそれのせいなんかPM とか大気系のせいなんか分からんけど、その後めっちゃ風邪ひいて、なんか今も多分声おかしいかもしれないんですけど、なんか声めっちゃおかしくなっちゃって、なんか風邪ひいてウェーみたいな。でなんでなんかすごい寒かったんです。だからちょっとなんかさ、私あんま部屋着とかもパジャマこれしか持ってきてなかったから、あったかい部屋着がなくて、だからなんか絶対あったかい部屋着、冬に来る人はなんかこうモコモコの靴下とか、なんかちょっとモコモコのパーカーとか、なんかそういうあったかい系のものをなんか持ってきた方がいいよって思うのと、で私その日になんか親にめっちゃ電話して、もうほんま寒くて死にそうみたいな、もう生きていかれへんみたいな感じで、なんかさママがめっちゃ心配してさ、なんか次の日なんやったあれ、電気毛布を買えって言ってきたの。絶対電気毛布買いなさいみたいな。でなんかお金送ってあげるから買いなさいって言われて、でなんか電気毛布じゃなくて普通の毛布ならお金はあげへんよみたいな感じ、なんでやねんって感じなんやけどさ、言われて、だからもうしゃあなし電気毛布買ったのね。そしたらなんかほんまにさ、次の日の夜ぐらいか、もうめっちゃ部屋あったかくなって、そのオンドルがもうバチバチに効いてきたから、すっ
ごい今暑いの、部屋がめっちゃ暖かくて、ほんでなんか別に買わんでもよかったなって思ったんですけど、まあ別にね買ってもまあよかったんですけど、まあそんな安いもんじゃないからさ、まあ安くはないよね、なんか普通に。だって留学生からしてさ、8000円5000円から8000円ぐらいって高いですよね、普通に高いからなんか、まあ、買わんでもよかったかなとも思いつつ、でもまああったかいね夜を次の日から過ごすとかよかったですけど、そうなんで冬来る人はまあ家によるかもしらへんけど、寒いことはまあ覚悟してじゃないけど、寒いですよ。寒いんで気をつけてください。あとさ、岐阜丼編カードあれじゃないですか。岐阜丼編カードなんだっけ気候動向カードか。気候動向カードあるじゃないですか。でなんかあれさ、30日どこまで乗っても、バスに乗ったとしても6万2000ウォンなのね。ほんでなんか外国人登録ができて青年割ができたら大万一応飲んだから5万2000円なんだけど、それをなくしたんです。1週間でなくしたんですよ。6万2000円分を。6万2000円はやばいね。何やばいんですわ。6200円を1週間でなくして、でさ、なんかさ、私さその日酔っ払ってたからさ、なんかタクシーで落としたのかなって思ったの。なんかタクシーお尻のポッケに入れとって、ほんでなんかタクシーにこう乗って、そこで携帯をこうやって出したタイミングでポロンみたいな、多分一瞬出ちゃったのね。だからなんかそれでなくしたいよ。もういつまでこれやってんねんって感じやな。ちょっともうやめよう。なくしちゃったんですよ。なくして、でもさ普通にさ諦めきれんやん。6万2000円違う、6200円6万2000円諦めきれへんかったからさ、めっちゃ頑張って探したのね。でなんかタクシーをこのタクシーに乗った、わしはこのタクシーに乗ったんやっていうことは、乗ったんだお前だってことは分かって電話したら、なんかもうさ、ああいうさ人たちってさ、なんかああいう人とかおじとか言って怒られないかな。なんかおじさまってさ、なんか怖くてさ、結構言い方怒鳴るじゃないけど強めでさ、もうピエンってなってさ、ほんでメッセージも送ったの。なんか2回タクシー乗ってたから2件とも送ったけど、なんかやっぱなくて、どうしてもなくて、なんかなんか多分ないです、でも一応探しますねみたいな感じ言われて、でトラブタッケよみたいな、なんかちさんにだみたいな感じで、もうピエンみたいな感じで送ったけど、まあ多分ないと思いますみたいな、探しますけど一応みたいな感じ来てとはなったんだけど、まあとりあえず探してくれたみたいで、でもやっぱりなくて、普通にまあないよね、ないのかな、わかんないけど、てか私がそこでさ落としてない可能性もあるんで、なきにしもあらずなんですけど、でもさ、なんか覚えてんのよな、なんか絶対タクシーやったと思うんだけど、でもまあなくて、とりあえずまあなかったんです。だからなんかそのさ、カード系っていうか、なんか、カード系落とし物に本当になんか韓国来たばっかりの人は注意してほしい。とか、韓国来たばっかりじゃなくても、まあね、本当全人類どこにいる時も、日本にいる時もだし、もうどこで生活するにもなんだけど、私がそれはもう本当になんか舐めてたっていうか、ちょっと新規杯、韓国生活新規杯みたいな感じで舐めてたみたいな部分はあるんですけど、そうもうめっちゃね落ち込んだんで、ちょっとまあね、あれですよ、気をつけてください、留学来る人。もう留学来て、てか韓国で住み出して、それを1週間後とかにやるとマジで落ち込むからってなるから、気をつけてくださいっていうことですよね。それはマジ気をつけるよね、絶対気をつけるよねっていう感じなのと、でもそれぐらいですかね。他にはあんまなんかツピエンってなったことないかも。でもさ、そのさ、物を落としたらなくしたのもさ、なんか勉強代だなーみたいな思って、まあなんかケツのポケットにそういうカードを入れるのはやめなきゃいけないんだねみたいな感じで思って、でなんかスマホと同じところにカード入れちゃダメなんだねみたいな感じで思って、そう今はなんかこのカードケース、こういういっぱいカードが入る
やつを使ってるんですけど、ここに T マネーとこれ T マネーとワーパスと岐阜の返還だと何かあった時のためのビザも入れてて、これでちょっとこの中にも若干枚だけお札が入るんで、1000ウォンのお札入れてますっていう感じで、なんかこのまま行くとああいうところに財布を使ってますっていう紹介だったんですけど、なんかこのまま行くと私の喋りがなんか一生このままずっと喋って、なんか顔が一生こういうなんかちょっとブサイクみたいな、なんか顔なんか薄いなみたいな感じで終わりそうな気がするんで、一回化粧をしてからちょっと可愛くなった状態でもう一回話しますね。はい、なんかさ、普通にさ、なんか私ってさ、化粧も濃いしさ、ちょっとなんかなんていうの、加工も強めな女だからさ、すごいよね。なんかすっぴんのささらしてるなんてちょっとありえないことなんだよ。ありえないことだから、ちょっと一回化粧しますね。はいはい、さよなら。もう一個なんかあってんけどな、思い出しました。岐阜丼編カード、思い出しました。岐阜丼編カードをなくした話を韓国語のその今語学堂に通ってる先生と話してたね。で、あれが実はこうなんかこれじゃないですか。なんか名前が印刷とかがないから、これを仮に落としたとしてもどこかで回収することは難しい、不可能であるんです。だけど本当はなんか登録とかをしとかなきゃいけないの、多分この QR からやるのかな、やるんだけど多分ね。でも私はそれもやっておらず、これを回収するのはもう落として見つかったとしても難しいよって先生が言ってて、だからなんか名前を書く欄があるのも当たり前だよね。もう当たり前なんよ、名前書くんよ、こういうカードには当たり前なんですけど、まあなくすと思ってないんで。なんかだってさ、スイカとかさ、もうなんか名前印刷できんじゃん、普通にもらう時から。んでこれはね、まあできないんで普通にここに名前を書いておきましょうって置いたら、まあいい人が、優しい人がこれを取ったら渡してくれるよって、いい人だったらねって言われたから今日書こうと思います。そう、はい、なんでこれ書いた方がいいですね。もしなんかさ、これをまあ旅行のね方とかも、まあだって使うかもしれんもんね。まあなくしてもさ、旅行だったら3日とか4日とか、まあだからいいけど、まあでも書いとくに越したことなさそうなんで、皆さん名前を書きましょう名前書きましょう。で、私も今日書きます。はい、っていうところですかね。あと何か面白いことあったかな。面白いっていうかくらいですかね。でもやっぱ学校のなんか近くのご飯屋さんとかはなんか比較的安いんで、なんかそういうところを使ったりとかしてますね。でオハクタンなんで、韓国人の友達はやっぱできない。韓国人いないんで、オハクタンなんでできないんですけど、なんかもうめっちゃ普通にもうめっちゃ行動して、なんか韓国人の友達と会う約束したりとか、交流会とか行ったりとかして作ろうかなって思ってます。気合で。でも韓国人じゃなくてなんか外国の子とかは友達いっぱいできるから、なんかそういうことを、なんか日本人とばっかり一緒にいないんで、そういうことをなんか韓国語で喋ったりとか、まあ日本人がいてもなんか日本人どこどこ人日本人みたいな感じだったらさ、共通言語がさあれだから韓国語で喋ったりとかしてますっていう感じですかね。待って、マジでどうにもこうにも毎回さ、終わりがない動画、終わりがないっていうか、なんか終わりがなんかこうぼやってした動画なんで、今回はちょっと言ってみたいと思います。終わりの挨拶ウケる、もう超やばい、ウケる。なんかもしなんか留学生活とかで分かんないこととかがあったら、コメント欄に書いてくれればすぐ答えるのと、なんだっけと、いいね、チャンネル登録お願いします。ぜひウケる。그리고 요즘에 한국 사람분들도
저 유튜브를 보고 댓글도 해주신 분들도 있는데요. 조금 있는데요. 엄청 행복해요. 그 댓글을 보면서 제가 빨리 한국어 잘해지고 싶다라는 생각이 너무 커졌어요. 엄청 의욕 생겼어요. 그러니까 유튜브도 한국어로 이야기하면서 치고 싶다라는 생각이 있으니까 열심히 공부하겠습니다. 하겠습니다. 그리고 지금 틱톡 라이브에서 그 한국어로 이야기하면서 그 라이브 방송도 하고 있으니까 만약에 시간이 있으면 틱톡도 등록 해주셨으면 좋겠습니다. 그러면 다음 영상에서 만나요. 바이. 4等終わりです。4等終わりましたっていうか、お肌ツルツルすぎない？ちょっとね。ツルツルすぎだしさ、なんかさ、楽しかったよ。楽しかったんだけどさ、なんか私、多分今人生が楽しすぎて、なんか、もともとめっちゃオタクなのに、なんか今別にオタク、楽しかったよ、楽しかったよ、楽しかったんだけど、なんかオタクしなくても人生が色鮮やか。なんかすごく幸せなことだよね。いや、楽しかったよ、楽しかったけどね。なんか私、普通にもう、なんか、本当に今充実しすぎてるんだわ。本当どうしようね。こんなことってあっていいのかな。なんか私の人生においてさ、こんな充実してたことって今までにないし、韓国にいるの楽しすぎて、もうなんか本当にもう現実逃避とかいらないんだよね。本当に楽しすぎて。だからもうなんか留学とかさ、迷ってる人いたらもうすぐ来た方がいいよ。お金頑張ってるためにも辛いけど、お金なら辛いけどもうさー来た方がいい。さー来た方がいい。本当にさ、こんなことやってさ、登録者減るよね絶対。かわい